皆様こんにちは。国際日本文化研究センターのザヘラ・モハラミプールと申します。私は比較文学・比較文化を専門としておりまして、日本におけるペルシャ認識について美術史、建築史、歴史学、考古学、文学などを横断する研究を行っております。この動画では私の研究の一部をご紹介させていただきたいと思います。皆さんはペルシャあるいは現代の名称でいうとイランの美術について知識を得るために美術史の概説書を手に取るとしたら、東洋美術史あるいは西洋美術史のどちらを選ぶでしょうか。東洋をアジア全体と捉えるならば東洋美術史が選ばれるのではないかと思います。東洋美術史の範囲は執筆者や編集者によって異なる部分もあるのですが、例えばこちらの美術出版社の東洋美術史では、第1章がイランの美術に当てられていて、カバーにもアケメネス朝ペルシャの遺跡、ペルセポリスの写真が掲載されています。ですが、このような構成を持つ東洋美術史は、20世紀初頭には見当たりません。20世紀初頭の日本における東洋美術の範囲は日本、中国とインドでした。では、ペルシャ美術を東洋に含める認識の基盤はいつどのようにして形成されたのでしょうか。まず確認しなければならないのは、現代の我々の東洋認識は近代以降に構築されているということです。近代以降、日本では西洋に対するイーストあるいはオリエントの訳語として東洋という言葉が用いられるようになりましたが、これは単なる訳語ではなく独自のニュアンスや内容を含む概念です。東洋という概念がペルシャまで広がる時期を考えるには、東京国立博物館の歴史がヒントになるのではないかと考えています。東京国立博物館の歴史をたどってみると、その前身である東京帝室博物館の本館が1923年の関東大震災で大きな被害を受けて作品の展示ができなくなってしまったことがわかります。1928年になると昭和天皇の即位大典を記念して博物館を一大東洋古美術博物館として復興し、帝室に献納しようという動きが始まります。東洋古美術の博物館を建設するにあたって博物館では東洋諸国の範囲というのが問題になります。そこで東洋の範囲はなるべく広く介し、ペルシャのあたりまでを入れてよいという了解に至りました。日本にとっての東洋美術というのは単に地理的な問題ではなく、日本美術の源流として捉えられる美術から構成されます。東洋がペルシャを含むようになった要因には、法隆寺に所蔵される四季獅子狩紋金という織物に対する認識があったと私は考えています。この織物の文様はサーサン朝ペルシャ由来だとされていますが、この認識は19世紀末から20世紀初頭に形成されたものです。そしてこの認識の形成にはフランスやドイツの学者も関わっていて、日本では特に建築家・建築士家の伊藤忠太の活動が重要な役割を果たしています。その詳細についてはこちらの東洋の変貌、近代日本の美術史像とペルシャで論じました。この本では学術会だけではなく、美術史上や展覧会、旅行記などにも着目して、ペルシャ美術にまつわるグローバルな動向を後付けています。私の研究紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。